はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は2021年6月から2021年年内リリース予定の面白そうなゲーム紹介パート2ということでね、今回紹介するソフトは全て日本語対応となっております。まだまだね紹介したい作品はありますけども、とりあえずはパート2で一区切りしておきます。本数も多いんでね、ラジオ感覚で聞いてもらえれば幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速いってみましょう。まずはじめにハイデンディープ、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は9322人。海底研究施設を探索する 2D アクション SF スリラー。未知の生物や怪しげな異変を検知した研究者グループはこの現象について調べるべくチームを率いて遠征に出発する。しかし681日後、彼らとの通信が途絶えてしまう。プレイヤーは消えてしまった先遣隊に何が起きたのかを解明するために地球外生命体の生息する海底研究施設へと4人の研究者からなるチームを率いて向かうといった内容。最大4人までのチームメンバーに指示を出したり直接操作して地底を探索する。うまく連携しながらミッションを達成していく。ゲームシステムはステージをクリアしていくストーリーモード、ランダム生成されたステージを進んでいくサバイバルモードがあるとのこと。現時点では50以上のステージがあり、クリアには20時間以上と手応えのある作品です。ハイデンディープは2021年リリース予定日本語対応の作品です。バックボーン、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は14740人。動物の世界を舞台にしたノワールアドベンチャー。ハードボイルドなアライグマ探偵ハワード・ロートルが 2.5D のピクセルアートで美しく描かれたディストピアバンクーバーで事件に挑む。舞台は知性を持つ動物たちが暮らし、猿が支配階級として君臨する架空の街バンクーバー。ハワード・ロートルは自信家で自分のやり方に固執するストイックな男。退屈な日々にうっさりしていた彼は徐々に浮かび上がる奇妙な事件に巻き込まれていきます。ゲームシステムはポイント&クリック式のアドベンチャーで、動物ならではの匂いに基づいたステルス要素もあるとのこと。権力や政治的な腐敗、種族差別をテーマに描く作品。体験版もありますが日本語には対応していませんでした。バックボーンは2021年リリース予定日本語対応の作品です。マーサー・イズ・デッド、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2319人。妹の死の真相を暴くサイコロジカルホラー。舞台となるのは1944年のイタリア・トスカーナ州。第二次世界大戦において連合軍とドイツ軍の戦いが激しさを増す中、一人の女性の水死体が発見される。彼女の双子の姉は喪失感から来る心の傷を一人で抱え込んでしまいます。何者かに惨殺されたと見られるものの、死の真相は謎めいた伝承によって覆い隠され、さらには戦争の恐怖も近づいている。ゲームは一人称視点で双子の姉を操作して妹の死の真相を解き明かしていくといった内容。真実を追求する若い女性の目を通して触れるべきではなかった真実を暴いていく。精神的及び感情的な苦痛を味わい、身の毛もよだつような体験をすることになるでしょう。マーサー・イズ・ゼットは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ゲシュタルト・スチーム&シンダー、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は6558人。スチームパンク 2D アクションアドベンチャー。レトロゲームにインスパイアされたという本作。爽快な戦闘と意外性のあるストーリー、美しく描かれるスチームパンクの世界で蒸気エネルギーを利用する人類最後の砦、巨大都市カナーンを舞台にしたアクションアドベンチャー。主人公アルセイヤは数世紀前から続く邪悪な都市監督組織コミュニティ部の企みを阻止すべく戦うといった内容。人類の生存をかけた戦いの末に明らかになる蒸気都市誕生の暗い真実とは一体。アルセイヤは内なる力を解放して様々な攻撃コンボや銃撃を身につけていきます。レベルアップによる各種ステータスの強化やスキルの習得といった育成要素やサイドミッションなども存在するようです。ゲシュタルト・スチーム&シンダーは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ダイスレガシー、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2994人。サイコロをベースとした都市建築ストラテジー。田植えや収穫、資源収集のほか戦闘に至るまで全ての行動はサイコロの出目によって決定されるユニークな都市建築ストラテジー。プレイヤーはサイコロを使ってリング上の大陸で資源を集めて建物を建て王国領土を広げていく。自分のプレイスタイルに合った戦略を立て街の運営をする。外の世界には文明が存在し、戦争で領土を奪うか和平で平和的に解決するかの選択などもあるようです。
また運命を握るサイコロもアップグレードすることができ、資源採集の強化や戦闘行動の強化を行えるみたいです。ダイスレガシーは2021年リリース予定日本語対応の作品です。セーブル、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は 14,942 人。独特の世界観とアートが異彩を放つアドベンチャー。本作は広大な砂漠を舞台にしたオープンワールド探索ゲーム。主人公は仮面の少女セーブル。どこかの魔女のようにある年齢に達すると家を出なければならないというしきたりで、彼女は家を離れ広大な砂漠へと旅へ出る。ホバーバイクで砂に覆われた未知の惑星を移動して古代遺跡を探索したり、荒野をさまようノマドたちとの出会いなど、思うがままに砂漠を旅して彼女自身の成長を描く物語。独特なビジュアルアートが目を引く本作は、バンドデシネと呼ばれるフランス、ベルギーなどを中心とした地域の漫画に影響を受けているということで注目されているみたいです。放牧民の娘セーブルが広大な砂漠をさまよいながら自身の成長を描くアドベンチャー。セーブルは2021年リリース予定日本語対応の作品です。異界、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワーは304人。江戸時代の日本を舞台にした一人称視点のサイコホラー。日本の民間伝承や妖怪、幽霊などに影響を受けたスペインのゲームメーカーが作る和風ホラーアドベンチャー。主人公は訳あって神社で暮らしている巫女の直子。神主のいないある日、神社に異変が発生する。魑魅魍魎の巣窟となった神社で目を覚ました直子は、妖怪を封じるべく巫女として行動する。異形の存在に対抗する手段はほとんどなく、唯一対抗する手段はお札を使い解き放たれた妖怪を封じ込める必要があるとのこと。実写的なグラフィック、恐怖を煽るサウンドなど評判が良く、ホラー好きな方やホラー実況の方にはいい作品ではないでしょうかね。私ダウンロードしたんですけども、怖くてプレイできませんでした。体験版が Steam のね、ストアページではなく、Itch のストアページにありますんで、概要欄に URL 載せておきますので、ご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。異界、2021年リリース予定日本語対応の作品です。ミューテーショネム、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は6292人。キャラは 2D、背景は 3D の横スクロールアクション。舞台となるのはネオンがきらめくサイバーパンクシティ。銃や剣で戦うスタイリッシュな女性主人公アンと相棒のハッカーアヤネが、闇が広がるサイバーパンクの世界で謎の地下組織や大企業と戦い、様々な人々と出会います。ゲームシステムは探索パートとバトルパートに分かれているようで、探索パートでは主人公のアンは奥行きのある 3D マップを探索し、事件の手がかりやアイテムを探し、バトルパートでは横スクロールのアクションとなり、打撃、射撃、コンボ、手榴弾などを駆使して行く手を阻む敵をスタイリッシュに倒していく。またキャラクターの育成要素もあり、収集した武器にチップを挿入することでアンの能力が向上し、スキル、装備品のアップグレードをすることもできるみたいです。ミューテーショネムは2021年リリース予定日本語対応の作品です。シャドウタクティクスブレイズ・オブ・ザ・将軍アイコ・ザ・チョイス、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2070人。シャドウタクティクスのスピンオフ作品。変装の達人熟練のくのいちアイコを主人公として、前作では語られていない物語が展開。アイコの過去と深いつながりを持つ新たな敵が登場し、暗殺者集団である仲間と共にアイコは自分の過去の亡霊を追い始めるといった物語です。新たな環境を舞台とした3つのメインミッションと3つのサブミッションの調査と記載されており、ボリューム的にどんなものか気になるところですね。シャドウタクティクスブレイズ・オブ・ザ・将軍アイコズ・チョイス、2021年リリース予定日本語対応の作品です。イービル・ウエスト、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5867人。西部劇風の世界観でヴァンパイアハンター。吸血鬼の脅威によって絶滅の危機に瀕するアメリカを救うヴァンパイアハンターの戦いを描くアクションシューター。プレイヤーは極秘のヴァンパイアハンター機関の最後のエージェントとなり、アメリカを救うことが目的です。戦闘はデビルメイのようなスタイリッシュなアクションで、主人公は銃や近接攻撃のほか、稲妻を燃料とするガントレットやガジェットを利用して戦うプレイスタイル。さらに武器や狩猟道具のアップグレードをすることも可能。ソロおよび何人か分かりませんが、マルチプレイにも対応とのことです。イービル・ウエストは2021年リリース予定日本語対応の作品です。キリングストリーム、2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は646人。全編が実写で展開されるミステリーホラー。主人公の選択により物語が展開するホラー要素ありのインタラクティブ長編スリラー。
ストーリー内容は公開されておらず、トレーラーを見る限りはパーティーで美女に一服盛られ、謎の廃墟で目を覚ます主人公。腕には点滴がついており生かされているようです。廃墟を出ようと探索を始めたところ、映画悪魔の生贄のようなエプロン姿の殺人鬼が人体解剖を行っている場面を目撃。殺人鬼から逃げ延びて廃墟を脱出するといった内容と思われます。長編ということなので物語は奥深いものになるかもしれませんね。キリングストリームは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ディシデントフロストランドエスケープ2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1626人。極寒の強制収容所からの脱出サバイバルアドベンチャー。史実に基づいた作品で強制労働収容所から脱出する囚人たちを描いたサバイバルアドベンチャーです。寒さをしのぎ追っ手を出し抜き、この極寒の地で生き抜いていくために考え狂気に支配されないように自我を保たなければなりません。キャラクターには教師、政治家、兵士、芸術家が存在。クラスごとに固有のスキルがあり、キャラクターごとに違ったプレイスタイルで遊べそうですね。また収容所から脱出しないという選択も可能で、残って苦しむか危険を冒して逃げるか、選択はあなた次第。極寒の強制収容所からの脱出サバイバルアドベンチャーディシデントフロストランドエスケープは2021年リリース予定日本語対応の作品です。第2位ライジングタイド2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は264人。壮大な長編アドベンチャーナイリシリーズの第2章。人間と獣が共存する砂漠の世界。上流階級の少女ナイリがシリンの街を舞台に様々な人と出会い助けられ、古代文明をめぐる冒険を描くアドベンチャー。細かいアニメーションや可愛らしいイラストは日本人の方が手掛けられているということなのでとっつきやすいですね。ゲームはポイント&クリックで物語が展開し、可愛いイラストとは裏腹に謎解きはちょっと難しめ。本作は第2章ということで前作ナイリータワーオブシリンをプレイしていないとストーリーにはちょっとついていけないかもしれません。私もね実況を上げているので、もしよろしかったら見ていただければと思います。体験版も日本語対応で遊べるので興味ある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。ナイリライジングタイドは2021年リリース予定日本語対応の作品です。シーン・インベンスゲーターズ2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は917人。事件現場捜査シミュレーター。事件現場を注意深く観察し、そこに残された物証から動機などを推測して真相を明らかにしていく事件捜査ゲーム。事件現場で何が起こったのかだけではなく、加害者とその被害者の関係も理解して事件の解決に当たらなければならないみたいです。一人称での本格推理が楽しめる作品、シーン・インベンスゲーターズは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ヘーゼルスカイ2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は4894人。自分の運命に抗う若きエンジニアの物語。主人公シェーンは訳あって故郷の都市ギデオンから遠く離れた島で暮らしていた。運命とされるエンジニアになるために人生最大の試練に挑もうとしている。試練を乗り越えなければギデオンへ戻ることは永遠にできなくなるという。またシェーンは同じ訓練生のエンジニアであるエリンと無線を通して交信しており、エリンとの関係がシェーンの世界観を大きく変えることになります。運命と願望が一致することはほとんどないことを知る。シェーンは果たして運命に従いエンジニアになるのか、それとも別の生き方を模索するのか。自分の運命と欲望に向き合う若きエンジニアを描いたハートフルなアドベンチャー、ヘーゼルスカイは2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォーエバーゴ2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は763人。老人と犬の旅路を描くロードトリップアドベンチャー。悲劇的な出来事を経て北へ向かう食材の旅に出た初老の男性アルフレッドと青いスカーフを巻いた犬と共に旅をする物語。キャンピングカーに乗って様々な土地を巡り、美しい景色を楽しみ、その土地に住む人々と出会う。本作のテーマは壊れた夢、喪失、後悔などだけではなく、勇気、希望、真の友情も介在する。旅先で出会う様々な人たちにはそれぞれのストーリーがあり、悩み、苦しみ、困難などを抱える多様なキャラクターたちと打ち解けていくことも重要な要素となるかもしれない。旅の行き着く先でアルフレッドは何を思うのか。フォーエバーアゴは2021年リリース予定日本語対応の作品です。
オープンカントリー2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1926人。オープンワールドハンティングゲーム。サバイバルスキルを磨きながら手つかずの大自然を相棒の犬と共に歩き回り、熟練したスキルの所持者マスターアウトドアマンを目指す。仕事に追われて過ごしていた都会生活から一転し、大自然の中で働くことになった主人公。狩猟やアウトドアのスキルを習得しながら大自然の探索を楽しむ。ゲームプレイは2通りで、大自然の中を自由に歩きながら地域全体の任務をこなしていく探索プレイ。物資を厳重に管理しながら狩猟を通して食料や娯楽を見つける狩猟&サバイバルプレイ。またソロプレイと2人協力プレイが可能で、協力して大自然の中でサバイバルができるみたいです。オープンカントリーは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ミッドナイトファイトエクスプレス2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1926人。爽快乱闘アクションゲーム。トップダウン視点の 3D 格闘ゲーム。戦闘の動きは武術やカンフーの動きを取り入れ、流れるようなテンポで複数の敵と大乱闘を繰り広げる。攻撃手段もカウンター攻撃だけで150種類以上用意されており、そこら中にあるものを武器として使うこともできます。複数の戦闘システムが用意されている中、遭遇する敵にどういった戦術で挑むかはプレイヤー次第。繰り返し戦うことでレベルが上がり、新しい技を習得したりキャラクターカスタマイズもできるみたいです。ミッドナイトファイトエクスプレスは2021年リリース予定日本語対応の作品です。オープンロードズ2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2017人。母と娘のロードトリップアドベンチャー。16歳の主人公テス・デバインと彼女の母親オパールが家の屋根裏部屋に隠されていた古いメモや手紙の入った箱を発見するところから物語は始まる。箱に入っていたものは祖母にまつわる秘密で、テスの祖母でありオパールと母は父親ではない男性と何らかの関係を持っていた可能性があることを見つけます。長らく埋もれていた祖母の知らされる真実を知った2人は、家族が夏を過ごした場所を巡り、過去に何があったのかを示す証拠を見つける旅に出るといった物語。旅をするうちに決して良好ではなかった母と子お互いの関係にも変化が見え始める。果たして祖母の隠された真実を知ることで2人は何を思うのか。オープンロードズは2021年リリース予定日本語対応の作品です。ミネコズナイトマーケット2021年リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は7356人。独特な雰囲気と世界観のスローライフなアドベンチャー。主人公で好奇心の強い少女ミネコは、猫があふれるフグ山という独特な日本風の島に引っ越してきたところから物語は始まります。島では毎週夜店が開かれ、食べ歩きをしたりアイテムを買ったりすることができる。また夜店巡りをするだけではなく、自分の店を出店することも可能で、冒険に出かけて素材を集めアイテムを作り夜店で販売。夜店の他にもフグ山や島の人々が崇拝する太陽の猫安倍さんの秘密を見つけるといった目的もあるようです。ミネコズナイトマーケットは2021年リリース予定日本語対応の作品です。今回は2021年6月から2021年内リリース予定の面白そうなゲーム紹介パート2でした。まだまだ紹介したい作品はありますが、とりあえずはパート2で一区切りしておきます。次回の紹介動画は2021年リリースされた無料ゲーム紹介にしようと考えています。知らなかったゲームが圧倒的好評だったりしたので驚きました。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。